皆さんこんにちは。イージー&ナイスの脇です。今日はまたテクノ漫談の時間ですね。今日はですね、我々、日本人から見た、英語に関する話をしようかなと思ってます。日本にはですね、厚切りジェイソンさんというアメリカ出身の芸人さんがいて、日本の習慣とか、日本語についていろいろ面白おかしく突っ込んでいくという、そういうことをやってらっしゃる方がいらっしゃいますよね。で、今回は逆にですね、私たち日本人から見た、英語についてですね、いろいろ突っ込んでいきたいなと思います。まず例えばA dog、 犬ですね。そんで2匹目になると Two dogs になりますよね。でってなるわけです。なんで1匹だとA dog で2匹だと Two dogs になるのかと。そこでもうすでになんていうか違和感があるわけですよ。これなんで1匹と2匹で言い方が変わるんですかね。犬は犬ですよね。1匹飼ってても2匹飼ってても犬は犬ですよね。その分手間がかかったりとかそういうのがありますけどもね。で、その後3匹目に Three dogs となるわけですよね。で、またドッグズなんだと。3ドッグズじゃないんだっていうね。その線引きが分かんないですよね。なんで2匹目以降から変わるのかっていう。で、しかもね、それにつれて動詞が変わったりとかしますよね。そんなこといちいち考えてらんねえんだよっていう。犬は犬でしょっていうね、風に思ったりします。ついでに言っとくとね、フランス語とかドイツ語とか、ヨーロッパ系の言語に言えることなんですけど、全ての物体を性的に見てんじゃねえよっていうね男性系とか女性系とか中性系とか、そんな風にですね、日本語を母語とする、我々から見るとこんな風に感じたりするわけですよね。僕らは机とか椅子とか別に性的に見てませんよ。たまにはそんな人もいるかもしれないですけどね。あと例えば、同意を求めるやり方で Isn't it とかありますよね。 That's cool, isn't it みたいなね。あれいいよねみたいな、そういうことを言うとき、これがですね、主語とか時制が変わるとまた違ってくるんですね。例えば He's cool だったら Isn't he、 また違うんだみたいな。 Isn't it じゃなくて Isn't he なんだとか言って、で例えばですね、It rains、雨が降るですね。 It rains だったら Doesn't it とかなるわけですよ。今度は Doesn't it なのみたいな。で、例えばI'm stupid aren't I とかね。私はバカですよねみたいな。I'm stupid aren't I と、今度はもう aren't I なわけですよ。だからもうね、いちいちね、最後に付け足すときに誰が言ったのかとか、誰の話なのかとか考えてなきゃ喋れないわけですよ。でも最後同意求めるときにもういちいちそんなこと覚えてないですよね。これが日本人のメンタリティーですよ。日本語ならばだよねとか一発で済みますよね。関西弁ならやんなみたいな。だから、さっきの例で言うと雨降ってるよねとかね。
俺ってバカだよねとか、あいつバカだよねとか、もう日本語だともう同意を求めてる瞬間にもう何の話だったかもう忘れてるわけですよ。極端に言うともうどんな話だったかいいわけですよ。もうだよね、そうですよねっていうだけの話なんですよね。とまあこんな風にですね、我々日本人から見ると英語にはいろいろ謎の面があります。あとまあ日本人にはね、区別しにくい音、サウンドがあるんですね、英語には。例えば B と V とか F と H とか L と R とか、いちいち考えてらんないですよね。 L と R とかそんなの分けてないですよ。でその度にね、下をなんか奥の方にやったり上の方にやったり、めんどくさいですよね。だから一番最悪なのは L と R が混ざった単語ですよ。Rolling とかね、Rolling Stones とかね、はぁってなりますよね。名前で Ralph とかあるんですよね。Ralph Hutter とかね。あとD とか F とかそういうのも発音したくもないんですよ。もう D とか F とか上の歯で下唇を噛むっていうのはもう悔しい時だけです。というわけでですね、まあいろいろ愚痴になっちゃいましたけども、日本人が感じる英語に対する Why でした。